過去の動画では J1、J2 の2025シーズンの新ユニフォームを紹介させていただきました。なので J3 もやります。いわゆる J1 など知名度のあるクラブは有名スポーツメーカーと契約しているものですが、大企業だからこそパターン化されたデザインに落とし込まれてしまっているという話をよく耳にします。知名度で劣る J3 のクラブはだからこそ個性的なデザインが勢ぞろい。 J1 や J2 で見ることができない独創的なデザインをぜひご覧ください。バンガーレ八戸。デザインコンセプト、虎舞、虎の縞模様をベースに見頃上部には牙が印象に残る。虎のグラフィックを大胆にデザイン。虎が舞う様子を力強く表現し、戦う選手を鼓舞する。虎が手放せない大切なものを意味する秘蔵の品、虎の子。バンガーレ八戸が得意とする虎の子の1点を守りきるサッカーを表現。クラブに関わる全ての皆様の避難へ向けて一致団結をイメージしております。虎舞とは、虎舞は300年の歴史と伝統を誇り、ユネスコ無形文化遺産にも登録された八戸三社大祭の行列に参加し、祭りをより華やかで迫力のあるものにしています。滑稽な動きで沿道の人々を和ませて、頭を噛まれると縁起がいいと人々に笑顔を作り出す存在として知られている虎舞。東北の太平洋岸に多く分布し、火伏せや航海安全に関する信仰として伝承されてきました。八戸市内でも早明、港、小中野、新田などいくつかの地域に虎舞が伝えられており、八戸三社大祭の行列の中でも披露されます。虎が一斉に地面を転がったり、肩車によって立ち上がるアクロバティックな演技に注目。また虎に頭を噛まれることで無病息災のご利益があるとされており、人気のある芸能です。福島ユナイテッド。昨シーズン福島ユナイテッド FC は J3 リーグを5位でフィニッシュ。クラブの目指す選手たちが楽しくプレーすることで躍動し、多くの人を魅了するサッカーが浸透し、初の J2 昇格プレーオフにも進出。惜しくもプレーオフ初戦で敗れましたが、福島県内のプロスポーツチームでは1試合の入場者数を記録するなど、県内外から注目が集まったシーズンでした。そうした関心の高まりを受け、2025シーズンの新ユニフォームのテーマはアテンションに注意や注目、関心を意味します。今シーズン福島ユナイテッド FC は攻撃的スタイルをさらに掘り下げ、躍動感あるサッカーで観客を魅了、地域を巻き込む大きなうねりを生み出します。ボディはクラブのファーストカラーであるユナイテッドレッドを採用し、胸の背中に大きなうねりをデザイン。悲願の J2 昇格をつかみ取る覚悟を表現しました。右袖には引き続き福島の文字を刻み、チームが常に福島と共にあるというメッセージを発信。震災から13年目を迎えようという今もなお県外に避難されている方も含め、福島を背負って戦うチームを表しています。栃木 SC。 2025栃木 SC ユニフォームは熱き未来、熱量で切り開く未来をテーマに、栃木 SC の力強い歩みと情熱をイメージしたデザイン。全体に施されたドットと斜めのラインは選手たちのスピード感と躍動感を象徴し、試合中の激しい動きとパワーを視覚的に表現しています。裾部分に施されたグラデーションデザインは波のように次々と相手に襲いかかる選手たちの攻撃的な姿勢をイメージし、チームの圧倒的な勢いを感じさせます。また両肩と袖にあしらわれた情熱の赤ラインはクラブの誇りと闘志を強く表現。ユニフォーム全体で熱量を持って歩みを止めることなく進み続ける不屈の精神を象徴しています。セカンドキットはブラック×ホワイトのカラーリングを使用し、全体としてモノトーンの配色で力強さを表現。
ラインの強弱、グラデーションでスピード感、流動性を表している。栃木シティ。初の J リーグを戦う2025シーズンのユニフォームは、波動を意味するサージをコンセプトに設定。ユニフォームの波のようなデザインと呼応し、チームの勢いが波のように押し寄せる様子を象徴。チームの爆発的な成長と今後の強い上昇志向を示唆し、選手、スタッフ、サポーター、地域の熱意が一つになって生み出すエネルギーも表現しています。黒のユニフォームはこの力強い概念をより洗練された形で視覚化しています。アウェーは一転して白とピンクの色合い、ゴールキーパーはイエロー、ファーストとブルー、セカンドを採用。ザスパ草津群馬。デザインコンセプト、翼を授かる。俺たちは今かつてないほどに士気が高まっている。これから作るストーリーは夢や希望ではないノンフィクションの V 字回復ストーリーだ。群馬県の形を象徴する鶴から授かった翼で力の限り羽ばたき、必ず過去を飛び越えてみせる。デザインテーマ、上昇、飛躍。古くから群馬県の形を象徴する舞う鶴をシンボルとして展開。この鶴は2024年サードユニフォームで使用した35羽の鶴が一丸となり、2025年誕生したという設定。大空へと飛び立つ鶴は上昇や飛躍を連想させ、ザスパ V 字回復へのシンボルとしてふさわしく、今年のデザインモチーフとして採用。 SC 相模原。グラデーション、選手たちのエナジーがサポーターの熱い声援を受けて爆発的に増大し、力強く未来に向かって広がっていくイメージをグラデーションで表現しました。ストライプ、5つのホームタウンを意味する5本のストライプをベースとし、中心の3本にはさらにその真ん中にクラブ、サポーター、ホームタウンの3者が心を一つに力強く頂点を目指す不屈のチームスピリットを示した細いラインを配置しました。フィールドプレイヤーファースト SCS グリーンに黒いストライプを配したベルデネロを踏襲。勝利への執念を象徴するゴールドを加えることで不屈の精神を表現しました。フィールドプレイヤーセカンド、白地にシルバーのストライプと黒い3本ラインのコントラストが洗練された戦術と強大なエナジーで対戦相手を圧倒するチームの存在感を表しています。ゴールキーパーファースト、ホームタウンを象徴する花である桜、ツツジサツキ、バラなどをイメージした情熱を表すピンクと冷静沈着な判断力をもたらす白の組み合わせで、熱い闘志を持ちながら冷静に試合の流れを読むゴールキーパーを表現しました。ゴールキーパーセカンド、ホームタウンを象徴する花であるアジサイ、花菖蒲、ラベンダー、ブルーサルビアなどをイメージした高貴な紫色は確かな技術とチームの砦としての存在感を表しています。松本山雅。まさに松本山雅 FC 創設60周年を祝うのにふさわしい記念デザインユニフォームが完成。クラブエンブレムで表現されてきたライトグリーンによる信州の3つの山脈、飛騨、木曽、赤石山脈とダークグリーンによる信濃の国にも歌われる4つの平をボディ全体でミックスすることで、信州の自然豊かさと脈々と流れる松本山雅 FC のアイデンティティをフォレストデザインで表現。そして松本城を連想させるブラックカラーを大胆に配置することで、全体を重厚感のあるシックなデザインに整え、晴れ間から降り注ぐ光を連想させるライトゴールドと60周年記念ロゴをアクセントとして採用することで、伝統と格式を感じさせる記念デザインユニフォームが完成。60周年のアニバーサリーイヤーに山雅ファミリー全員で J2 昇格を勝ち取り、晴れの舞台へ。
名実ともにアニバーサリーイヤーとなるよう、史上最も洗練されたユニフォームを身にまとい、共に戦いましょう。ファーストユニフォームはライトグリーンとダークグリーンをボディ全体でミックスし、信州の自然豊かさと松本山雅 FC のアイデンティティをフォレストデザインで表現。松本城を連想させるブラックのラグラン袖にアクセントとしてライトゴールドを要所に使用。さらに背番号も視認性に優れた J リーグフォントを採用しながら、松本山雅 FC エンブレムバージョンをアップデート。こちらも60周年をセレブレートする意味でゴールドのアウトラインエンブレムを採用しました。セカンドユニフォームはシンプルなホワイトベースに、こちらもライトゴールドラインを採用。シンプルな中にも伝統と格式を感じさせるデザインに仕上がりました。ファーストユニフォーム同様、60周年記念ロゴをアクセントとして使用しています。 AC 長野パルセイロ。2025シーズンのユニフォームデザインコンセプトは、勇猛果敢、襲いかかる。ライオンの牙を研ぎ澄ませ、相手ゴールに襲いかかり、勝利のために勇猛果敢に戦う姿勢をデザインに込めました。また襟、袖、サイドラインにアフリカのサバンナをイメージしたアフリカンデザインをクラブカラーのネイビーを基調に取り入れました。襟裏に書かれた獅子よ先人の谷を駆け上がれのメッセージ。右袖の長野の文字でホームタウンの皆様、サポーターの皆様と共に一丸となって戦う強い意志を表現しています。また長野エルザ SC 創設から35周年の節目の年であり、周年ロゴを左袖に配置しました。ネーム&ナンバーはペナルティフォントとなり、フィルドプレイヤーファースト、セカンド、キーパーセカンドのネーム&ナンバーはクラブカラーのネイビーとし、視認性、デザインの統一感を確保しました。スウェーデン金沢。デザインコンセプトは楽しむ。2025シーズンのユニフォームコンセプトには、スウェーデン金沢のクラブ理念、挑戦をこの街の伝統にの5つの価値、つなぐ、楽しむ、夢見る、育てる、作るのうち楽しむにフォーカス。これまでのスウェーデン金沢のユニフォームコンセプトは、2021年にクラブ理念のシンボルマークから始まり、2022年はつなぐ、2023年作る、2024年は夢見るとクラブ理念に沿うコンセプトを継続してきた。2025シーズンのユニフォームのデザインに使われたのは、石川県を象徴する8つのデザイン。加賀藩主前田家の家紋、梅鉢紋、日本一の生産量を誇る金箔、金沢の町屋の特徴、生息子。和の伝統を感じる和傘、石垣の博物館と言われる金沢城、石垣。北陸の冬を象徴する雪、日本海の白波、金沢の冬の風物詩雪吊り。この8つのデザインを大きさや配置などランダムに使用することで、デザイン的なワクワク感を創出。またこの8つのデザインはスウェーデン金沢の本拠地、金沢55カレースタジアムにも描かれており、デザインの着想はここから得ている。さらに左袖に2024年元日に発災した能登半島地震に対する復興支援ロゴ、ワンハート石川もプリントすることで、石川県全体を盛り上げ楽しんでもらえるようなシーズンにするというスウェーデン金沢の強い思いも込めました。アスルクラロ沼津。アスルクラロの名の通り、エンブレムでも象徴される明るい青と、ホームスタジアムアシタカからも望める駿河湾の青を鮮やかに力強く縦縞で表現したデザイン。縦縞の2色の青計20本のラインには、静岡県東部地域にある20の市町とともに歩んでいきたいという思い。 J リーグ参入9シーズン目となる2025シーズン、静岡県東部地域の誇りを胸に全力で戦うという意味が込められています。
FC 岐阜。ユニフォームコンセプト。ファーストユニフォームは織物の模様でよく使われるダマスク模様を前面にあしらったデザインです。柄にはクラブの象徴であるエンブレムの造形とレンゲ層が組み込まれています。この独創的で力強いユニフォームで2025シーズンの勝利を目指し戦っていきます。ユニフォームコンセプトセカンド。岐阜が誇る名馬であるオグリキャップ。2025年は生誕40周年という節目の年であり、この度さまざまな関係者のご尽力によりコラボが実現しました。オグリキャップがそうであったように FC 岐阜も多くのライバルたちとの勝負に打ち勝ち、頂点優勝を目指して熱く戦っていきます。 FC 大阪。大阪府出身のファッションデザイナー越野純子氏がデザイン。2025年は大阪・関西万博の開催が控えており、何かと注目度の高い大阪。2026年にはクラブ創設30年を迎えるチームにふさわしいデザインを考えました。フィールドプレイヤーは原点回帰として FC 大阪の歴代ユニフォームで使用していたサックスとブラックの縦縞からインスパイアされ、動きのある縦縞をデザイン。縞がブロックに分かれグラデーションを生かすことでより立体的で世界でも他にない縦縞を目指しました。アウェーユニフォームは縦縞デザインのホワイト×グレーのグラデーションになっており、 FC 大阪では初となるエンブレムやロゴがゴールド仕様になっております。また大阪の象徴としてヒョウ柄をエンボスで入れ込み、ヒョウのように素早く力強い FC 大阪を期待しイメージしました。ゴールキーパーユニフォームは立体感の異なるグラデーションの円と越野純子のアイコニックなグラフィックデザインでもあるトゲのようなスパイクグラフィックをミックスし、敵を寄せつけない強さと怖さをデザインに落とし込みました。奈良クラブ。 J3 残留を果たし奈良に J の明かりを灯し続けることができる今シーズン、奈良クラブは新たな決意で J2 昇格に向け新たな挑戦をスタートさせます。今シーズンのユニフォームにまとうのは日本サッカー協会のマークにも使われているヤタガラスです。ヤタガラスは日本初期に記される建国神話の中で、後の第一代神武天皇が山中で道に迷った時に熊野路から大和まで道案内をし勝利に導いた神の化身と伝えられています。そして神武天皇は導かれた大和の地で日本国を始めることとなります。このヤタガラスを毛筆の強いタッチでユニフォームに書き込み、熱い闘志をイメージさせる炎のパターンを周囲にデザインしました。エンブレムはポリクレストワッペンになっています。また日本の伝統文様で縁起が良いとされる亀甲柄を血模様に入れています。このユニフォームで新たな挑戦をスタートさせ、奈良の新しい歴史を作っていきます。蒲田マーレ讃岐。蒲田マーレ讃岐2025のユニフォームデザインでは、真ん中の斜め線を境に右半身に8し左半身に9丁を表現し、讃岐全域のために戦う意図を表しています。全体的に甲冑を構成する幾重にも重なる小実のようなデザインは、簡単に打ち破られることのない防御力を、それぞれの中心点から広がる15の集中線は常にアグレッシブで無駄なく、スピード感あふれる攻撃力を表現しています。また甲冑には源平合戦の屋島の戦いでの武士たちの忠誠心と覚悟を継承できるようにとの願いも込めています。カラーは前シーズンを踏襲し、讃岐のアイデンティティであるサックスブルーをメインカラーとして使用。10周年を終えた2025シーズンは讃岐の歴史を継承しつつ、さまざまな新しいチャレンジを加速させる重要な第一歩となるため、選手全員が全ての讃岐の人や地域に勝利と感動を届けるために甲冑をまといます。ライナーレ鳥取。
伝統のクラブカラーを継承し、濃淡や大小さまざまな模様の三角形と四角形を用いて、クラブ、サポーター、ファン、スポンサー、ホームタウンのつながりを表現。それぞれの図形はすべてつながっており、クラブの思いを一つにつなげる意味を込め、共闘する気持ちをユニフォームに表現しております。高知ユナイテッド SC J3 昇格を果たした高知ユナイテッド SC は2025シーズンもよさこいの鳴子をモチーフとした3本の縦ストライプを継承。モチーフとした鳴子は高知の象徴としてだけでなく、スタジアムで鳴り響くチームとサポーターが一つになって戦う象徴として表現しています。また背面には下部に高知出身の偉人坂本龍馬、襟元には坂本家の家紋をデザインに取り入れ、高知から新しい時代を切り開いた偉人に倣い、クラブとして新しい時代を切り開く姿勢を表現しています。テゲバジャーロ宮崎。テゲバジャーロ宮崎の象徴であるホワイトを基調とし、太く力強い3本のラインを大胆にデザイン。これら3本のラインはクラブ、サポーター、そして宮崎という3つの存在が同じ未来へ一体となり、共に成長していく力強いビジョンを象徴しています。それぞれのラインは個々の役割を持ちながらも互いに交わり、調和しながら未来へ向けた一筋の道を描いています。希望と共鳴、そして前進を表現する象徴的なビジュアルメッセージです。セカンドユニフォームはチームカラーの3色を繊細に重ね合わせたブラックを基調とし、斜めにデザインされた線は宮崎を象徴する太陽から大地へ降り注ぐ光の筋をイメージ。宮崎の希望やエネルギーが選手たちを包み込み、フィールドで力強く輝きを放つことを意味します。サードユニフォーム宮崎の M をモチーフにしたこのデザインは、地元宮崎へのリスペクトと強い絆でつながっていることを表現。クラブと地域が共に戦っていく姿勢を示しています。鹿児島ユナイテッド。2025シーズンのテーマは、鹿児島の繁華街、歓楽街として知られる天文館です。鹿児島で暮らす人々にとって、そして鹿児島を愛する人々にとってとても親しみのある大切な場所をトップチームのユニフォームを通して表現いたします。天文館の特徴の一つはアーチ型の長いアーケード。日差しや雨に加えて火山灰を防ぐ役割を担っています。天文館にある通りはいずれも個性的で魅力的。その個性や魅力はアーケードの屋根にも表れています。ファーストユニフォームのボディはアーケードの屋根にフォーカスしてグラフィカルに表現。両袖には天文館本通り、左袖天文館 G3、右袖がダイナミックに配置されています。またソックスのデザインは天文館アーケードの原子、昭和初期の天文館の屋根をモチーフとしたものとなっています。星座や天体、宇宙を表現したモチーフが多数存在している天文館。天文館のルーツを踏まえ、セカンドユニフォームは星柄のシャツにフィールドプレイヤーの白とゴールキーパーの緑の2色で、シンプルながらも爽やかさと力強さを兼ね備えた仕上がりとなっています。リラバンツ北九州。 SDGs 未来都市に選定されている北九州市をホームタウンにしているギラバンツ北九州は現在 With 北九州 SDGs プロジェクトや社連を通じてさまざまな SDGs に取り組んでいます。 J リーグ加盟15周年を迎える本年、より一層の取り組みをしていくという思いから SDGs マーク17色の色展開をもとにグラフィックを作成いたしました。北九州の地元へのリスペクトを込め、門司、小倉、若松、八幡、戸端5つの区をグラフィック中にデザインいたしました。また
2024シーズン同様、門司、小倉、若松、八幡、戸端5つの区をラインで表現し、2025シーズンは袖にデザインいたしました。 FC 琉球、新しいエンブレムでも採用された玉環に焦点を当て、琉球王朝の象徴的な建築である首里城をモチーフにしたデザイン。あえて首里城正殿を描くのではなく、うなを上空から見た景色を抽象的にユニフォームに落とし込みました。たすき状の斜めのラインはうなの中央にある浮道を表現しています。この浮道は当時の国王などが歩いた特別な道だったと言われており、そこにエンブレムを配置することで頂点を目指す FC 琉球の歩むべき道を象徴しています。新エンブレムとともに FC 琉球の勝利への決意を表現した一着です。配色はフィールドプレイヤーがクラブの誇りであるベンガラをベースに、キーパーはクラブのサブカラーであるゴールドを採用しています。セカンドユニフォームはクラブ旗などにも採用されているミンサーをベースにデザイン。ミンサー柄は5つと4つの玉で、いつの世までも末永く幸せが続くよう願いが込められている沖縄の伝統的なモチーフです。そのミンサー柄をユニフォームに落とし込み、中心に向かってうねりを加え、さらに頂上へと上昇していくように変化をつけることで、常に挑戦を続けながら頂点を目指すというクラブの姿勢を表現しました。配色はフィールドプレイヤーが沖縄の海を彷彿とさせるエメラルドブルー、キーパーは堅い守りを連想させるブラックを採用しています。そして今季の FC 琉球のユニフォームに触れるにあたって避けることができないのが背中スポンサー、エンコミュージアム。チームエンブレム変更問題で揉めたフロントが文字通りやけくそになったということなのだろうか。違います。すでに別動画でも触れたが、イラ・バンツ北九州とのその名を思いついても名付け親にはなりたくないダービーはいろんな意味で注目である。以上、20クラブの2025シーズンのユニフォームを紹介いたしました。ガイナーレ鳥取に関してはこの動画アップ直前に2025年モデルが発表になり、慌てて追加しました。とりあえずいかなる形であれ J3 にまで少しでも興味を持っていただけたら幸いです。 J1 などのトップクラブではまず目にすることのない攻めたデザインの多い J3、 一度手に取られてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。